1986年第9回大会。この頃日本は空前のバイクブーム。そんな中、8体もメーカー同士の威信をかけたレースに変わってきた。各ワークスチームは世界のトップライダーたちをこぞって出場させた。鈴鹿8体は世界耐久選手権の中でも異色のハイスピードレースとなっていく。シグナルブルーを待ち構えるライダーブザーが鳴りまして、一斉にスタートになりました。62台のマシンであります。8時間の長丁場ロングドラマの幕がついに切って押されました。午前11時30分であります。これから8時間暑さの中、その暑さと疲労と気力を振り絞っての戦いが続くわけであります。第1コーナーを回りまして、早くも各選手が S 字へと向かっております。さてバックストレートを抜けておりますが、依然としてトップのガードナー 130R にかかろうとしております。2位が2番のケニー・ロバーツ、それから3位が21番クリスチャン・サロン、17番ケビン・マギー、12番の辻本、この辺りが4番手争いを繰り広げております。足をトライアングルへ、1番のコードレー、7番のリアールといったところがついています。最終コーナーからストレートに一番早く姿を現したのは4番のガードナーで、2番手争いが面白い。グランドスタンド前21番サロンと17番のマギーでした。快調にトップを行きますガードナー、早くも2周目の S 字です。なかなかいいペースであります。安定しています。これはトップのワインガードナー、かなり差をつけてしまいました。2番手以下にかなり差をつけました。これで見ますともう30秒差がついてますね。そうですね、はい、序盤でとにかく後ろにケニー・ロバーツ、ポールポジションを獲得した4番のホンダワインガードナーが10周足らずで2位以下を大きく引き離し独走態勢。グランドスタンドがちょっと騒がしくなってきております。12番辻本の健闘に拍手というところなんですね。前へ出てますよ、クリスチャン・サロンかわしてサロンの前へ出たんです、今3位になったんですね。そうですね。しかし第1コーナーでクリスチャン・サロンが前へ出ました。ちょっと外へ出過ぎた感じの辻本、インを突かれました。依然として激しい3位争いを繰り広げておりますのがクリスチャン・サロンと辻本が前へ出ました。スプーンです。しかし今度サロンがインからね、スプーンの真ん中で抜き返しましたね。恐ろしいもんですね、こうなりますと、辻本の方ももう譲ってはいられないという感じで、本当にこれはもう一瞬一瞬2位以下のですね、トップのガードナー1回目のピットイン、ドミニク・サロンとライダー交代、はい、ここで自分の持ちタイムが分かるという、そういうことですね。他のチームに比べてどれだけプラスがあるかという、その辺の計算をした上でのライダーチェンジということになります。ワインガードナーからドミニク・サロンへ、この人は速いですからね。これずいぶん速いピットアウトですよね。はい、9秒ぐらいですか。ですね。さて2位にはゼッケン2番、現在はマイク・ボールドゥンです。そしてそのすぐ後ろ12番辻本からスイッチしたケビン・シュワンツが乗っています。現在2位争いになっているわけですが、頑張ってますね、このコンビは。シュワンツっていう人が速いですね。はい、今年初めてデートナで2位になった人でしょ、これ。とにかくニュースターですよね。そうですね。世界グランプリで活躍中の平忠彦が現在4位なんですがね。平としてはね、この辺で GP ライダーの速さを見せなきゃいけないところでしょうね。そんなところですね。はい、後輪変えますね。ライダーしかしまたがってるんですが、いや、この間にトップを行きますドミニク・サロンが早くも試験員からストレートに張ろうとしておりますから、これはどうやら1周遅れ、周回遅れと、そうなっちゃいますね。ちょっと悔しいでしょう。目の前で弟が1周早く走り抜けていくわけですから。そうですね。いや、ピットアウトするまで1分近くかかってますんでね。そうですか。思いがけないキャリアチェンジだったということなんでしょう。2位のケニーを脅かしているのがゼッケン1番階級チャンピオンチームのパトリック・イゴアです。かなりのスピードで突っ込んでいきます。
プーンカーブのそっとセンター、吹っ飛ばされました。パトリック・イゴ転倒です。パトリック・イゴの転倒で21番クリスチャン・サロンが乗っていますが、現在これが3位に上がってまいりました。一つのトラブルが順位にそのまま。転倒ですねこれ。そうですね、キャンベルですか。あ、スプーンですよこれ。キャンベルですよ。ヘルメット脱いじゃいましたね。どうしたんでしょうか。2位2番のヤマハケニー・ロバーツはトップのドミニク・サロンを追撃すべく渾身の走りを見せる。キャンベルがリタイアということになりました。そうすると、ガードナー、サロン組を除きますと、あとは全部ヤマハが上位という格好になってしまいましたね。ヤマハに包囲されるガードナーです。さあケニーが何とかしてもっと上上がりたいところだと思うんですが、ケニーの必死の追い上げっていう感じですねこれ。相当ペース上げてますか。これスプーンのカーブの中ででも抜いてっちゃおうという感じで知ってますからね。がむしゃらですね。行けるところから行こうという感じのケニー・ロバーツだろうと思いますが、果たして上位へ上がることができますかどうか。トップのワインガードナーは相当貯金を作っています。ですね、頑張れとしか言いようないですね。ゼッケン40番八代俊二7位まで上がってまいりました。八代は去年おととしこの鈴鹿 8H 思いがけないアクシデントに流されています。今年はしかちょっと違うような気がするんですが、世界グランプリに挑戦をしているという誇りがありましょう。さてレースの方はこれが100周目になりますか。現在ドミニク・サロンです。4番ゼッケン4番独走です。やっと半分ですね。レースの方がまだ半分終わったばかり。4時間を経過しました。現在4位の平サロン組、現在はクリスチャン・サロンです。ここで頑張っていますと、いやおかしいですよ。おかしいですね。今サロンクリスチャン・サロンが言ってるんですね。そうです。はい。なんか後ろ見てましたね。いやエンジンを見たようですね。マシンのレース中盤4位を走る21番のヤマハ平忠彦クリスチャン・サロン組、前年に引き続きこの年もエンジントラブルに見舞われた。しかしスピードはかなりありますからエンジンが止まってるわけじゃないんですね。あるいは燃料の供給が断続しているとかですね。なんかエンジンがちょっと不調なのか、今ピットに入ると合図をしましたからピットに戻ってくるんでしょう。クリスチャン・サロンがどうやらピットインピットロードに入りました。去年も思いがけないトラブルであと30分というところでリタイアがあったのがこのテック21チームなんですが、頑張ってさえいれば上位のチームに何が起きるかわからないのに自分のチームに先にそれが起きたわけですからね。メカニックはなんだと探してますでしょ。そうですね。やっぱりだから外から見て分かるようなことじゃないようですね。燃料タンク外してますので燃料系かいわゆる点火系の電気系か、キャブレターとか、そんなところのようですね。さあこの間に12番の辻元組が上位へ上がってきております。それから森脇チームの宮城も6位に上がってまいりました。宮城も完走が目標なんです。平サロン組ついにリタイアであります。4時12分リタイア表明であります。ゼッケン4番ワインガードナー依然としてトップです。もう3位以下とは2周遅れと。ゼッケン17番のドーソンマギー組は大健闘です。現在3位まで上昇してきております。しかし2位のケリー・ボールドウィン組には2周の差ということになっていますが、 S 字を過ぎたあたりですがマシンを誰か押してますね。これはラッキーストライクのケニーの組ですよ。ケニーボールドウィン。なんかトラブルですね。それをよそ目にしてワインガードナーの方はガードナーが今ピットインしてましたね。もう余裕を持ってますね。一体何がライバルのマイク・ボールドウィンの上に起きたんでしょうか。ガードナーは当然のことながらボールドウィンが押してるのを見て、走ってきてますから。追い越してきてるわけですね。だから状況を読めてるわけですね全部。それでこのピット作業も落ち着いてたわけですね。そうだろうと思いますね。慌てることなかったわけですね。ガードナーからドミニク・サロンへのライダー交代が終わりました。ドミニク・サロンがコース上へ戻っております。マイク・ボールドウィンがようやくピットへ戻ってまいりました。エンジン止まってるんですね。
でこれ東ショートコースのショートカットして帰ってきたということで、規則によって10周減算ということになりますね。ペナルティーが課されますね。まあそれを覚悟してもショートカットして戻ってきたという。戻ってきたということですね。しかしマシンはどうやら息吹き返したみたいですよ。すぐ出るようですね。ですね。はい。マイク・ボールドゥンがそのままなんですが、これはねケニー・ロバーツがまだいっぺん降りてから30分以上休んでませんのでね、ライダーとしてもう一遍使えないんですね。30分以上休まなきゃいけないっていう。いやでもボールドゥンが行かざるを得ない。慌てて出ましたね。慌てて出ました。やっぱりヘルメットのストラップを今頃かけてますからね。なるほど。慌てたんでしょうね。ボールドゥンがダメだと思ったのにマシンは息を吹き返したということなんですね。さあこれでまたマイク・ボールドゥンが出たんですが、10周のペナルティーを背負ってしまいました。反撃がどこまで届くか注目したいところです。燃料系のトラブルでイレギュラーのピットインを余儀なくされたマイク・ボールドウィン。タイムロスを挽回するべくスーパーラップを連発する。ボールドウィン転倒です。 S 字の入り口あたり大勝負に出ておりましたボールドウィン、ついに転倒、マシンを離れました。ものすごい追い上げを見せておりましたボールドウィンなんですが、転倒してついにこれはリタイアということになりましたか。激しい追い上げを見せたボールドウィンだが130周目の S 字で転倒。再びコースに戻ることはなかった。2分20秒21秒ぐらいで走ってたんでしょうか。やっぱり一か八かの勝負に出たんでしょうね。バリアーにもたれて座り込んでしまいましたボールドウィンです。レースの方はついに150周を超えました。トップはもちろんガードナー・サロン組、ゼッケン4番なんですが、何周走れるかというのも福永さん話題の一つでしたね。そうですね、当初は200周いけるかっていう気でいたんですがね、ちょっとこのままではいけそうもないですね。さて2位以下の順位なんですがかなり変わってきておりまして、ゼッケン17番ドーソン・マニー組が現在2位、そして12番辻本シュアンツ組が3位につけています。本当に辻本シュアンツ組がよく頑張っています。特に前半ずいぶん沸かせました。チェッカーまで残り1時間。ワインガードナー、ドミニクス・サロン組、ここまで一度もトップを譲ることなく完璧なレース展開を見せた。2位は17番のヤマハマイケル・ドーソン、ケビン・マギー組。3位は12番の吉村、辻本聡、ケビン・シュワンツ組。残り30分、トップのガードナー最後のライダー交代。午後7時30分、最後まで安定したハイペースで走り切ったワインガードナー、ドミニク・サロン組が2位以下に2周以上の大差をつけてチェッカーを受けた。But this race is very, very hard. You know, it's hot, it's hard on the riders, it's hard on the machines, it's hard on the teams. Anything can happen, oil, flags, you know, a flat tyre, run out of petrol, anything. So it's a hard race. Dominic did a good job that year. Yeah, I was lucky, you know, I've had a good time here and some great memories, and so there's been some great rides here, and it's made me very proud. 優勝はホンダ、
ワインガードナー、ドミニク・サロン組。ガードナーはこれで8対2連覇。2位はヤマハのマイケル・ドーソン、ケビン・マギー組。3位は吉村の辻本聡、ケビン・シュワンツ組。シュワンツは2年連続の3位表彰台となった。レースは5周目に入りました。トップに立っているのは依然として1987年第10回大会は3台のトップ争いで始まった。12番の吉村、ケビン・シュワンツ、1番のホンダ、ワインガードナー、そして7番の川崎、ロバート・フィリス。川崎はこの年からワークス参戦を再開していた。ガードナーの順位争いが激しくなりそうであります。この辺のバトルは面白いですね。そうですね。チャンスを伺っているガードナー、前出ましたね。そうですね。ついにガードナーがトップに立ちました。後ろ2番手に下がりましたが、12番がシュワンツ、これがガードナーです。ついにトップに立ちました。おっとインサイドから行きました。シュワンツが前へ出ました。しかし立ち上がりでまたガードナー、どうですかこの辺。そうですね。2人が8時間先を見ながらどういう駆け引きで今やってるのか、ちょっとその辺が面白いですね。長丁場というのはやっぱりその時その時の追い抜きには意地もありましょうからね。そうですね。スプリント並みという感じですね。はい。どうやら3番手にはフィリスがつけているようです。ガードナーが会長です。そういえば今年ガードナー強いですよね。そうですね。鈴鹿育ちのガードナーが世界中ランキングで今トップに立ってます。いわば今一番乗れているライダーという感じなんでしょうか。そうですね。頂点を目指して上り詰めてるという感じですね。本当にこの鈴鹿とガードナー選手との因縁というのは、昔から語られておりまして、特にこの8時間耐久では毎年毎年話題を作ってくれてますよね。そうですね。ただあんまり早い時点でトップに走られると逆に言うと見てて面白くないという心配もあるんですけど、確かにこのガードナーとドミニク・サロンというこのコンビはまず今回のこの出場コンビの中では最強ではないかというふうに言われているわけですが、そのガードナーが5周目にしてトップに立っています。12番のシュワンツがその後ろをつけています。そうですね。ちょっと川崎がガス補給の時間が早いようですね。足を上げたのはこれは12番のシュワンツ。はてマシントラブルですかね。何かあったようですね。16周目トップ争いをしていた吉村のシュワンツ、エンジントラブルでスローダウン、そのままリタイアとなった。シュワンツのピットの方も気にしておりまして、吉村チームです。どうやらピットへたどり着いたという感じになりますかね。これはそうですね。エンジンが動いてないですね。ガンと止まってますね。一方ガードナーです。ぐんぐん飛ばしております。5周目にしてトップに立ちました。その1番のガードナー、今グランドスタンド前を通過ということはシュワンツ1周遅れになったわけですね。これでね。はい。シュワンツとしては辛いところでしょう。さて12番のピットインで2位に進出しましたのがマギーなんですが、21番のマギーなんですが、その後ろマッケンジーしてますね。追いついてますね。はい。あっという間に2番のマッケンジーが2位に上がってまいりました。どうやら今度はガードナーを追い上げるのはマッケンジーということで、このスプリンターの走りっぷりも注目したいところであります。21番は足を上げまして、これはピットインの合図。21番ケビン・マギーがピットへ到達しました。手前にマーティン・ウィーマーがおりまして、これはライダー交代も考えられますが、そうです。水を飲んでるんでこのまま行くようですね。タイムがですね、マギー選手の方がウィーマー選手よりいいんで、前半のうちになるべく他と話しておきたいというか、ケビン・マギーでしたらトップに出たい。そうですね。そんなこともあるかもしれませんね。1時間をちょうど経過したところでピットインしましたのがワインガードナーです。そのピット作業に注目しましょう。こちらサロンに変わりましたね。ドミニク・サロンに変わりました。簡単なガソリン補給だけでタイヤは変えなかったようですね。そうですね。タイヤは変えてません。これはキャンベル選手。キャンベルですか。マシンの方もちょっとこれダメージがあったようですね。そうですね。さあこの間に45番吉村鈴木、現在高吉が乗っておりますが2位に進出してまいりました。91周目のことであります。やはり小さなアクシデントでありますが次々起きておりますので、2位以下順位の変動が激しくなっています。
ドミニク・サロンも安定した走りを見せている、そんな感じがいたします。おっと転倒。スタートから4時間過ぎ、トップを独走していたホンダのドミニク・サロン、デグナーカーブで転倒。相当飛ばされました。そうですね、破片が随分飛んでますね。マシンを立て直します。果たしてレースへ復帰ができますかどうか。エンジンがかかったようですね。あ、顔がいますね。はい、ピットの方にもおそらくその情報は伝わったでしょう。どうやらロープはほどいたんですが、しかしモリアカードを引きずったままです。スピードが出るかどうか。サイレンサーもなんか折れ曲がってますね。やはりスピード出ませんね。まあ他にダメージが何になるかわかんないんで、そんなに飛ばせないでしょうね。とりあえずここはピットになんとか無事に帰るっていうのが先決なんですね。はい、ピットまでたどり着けるかどうかというのがまず第一のポイントになります。バークスの腕の見せ所だと。これでトップに立ったのが45番の吉村、ギャリー・グッドフェロー、高吉勝郎組。完璧に近い形で直さなきゃいけないわけですけどね。45番が現在トップに立って終わります。ようやくドミニク・サロンがピットへ戻ってまいりました。相当マシーンがダメージを受けている感じがありましたが、実際ピットクルーが相当ひどいですね。このクルーはフランスホンダの耐久チームなもんですから、その辺の手際は大丈夫だと思う。慣れてはいるんでしょうけども、ドミニク・サロンの転倒があったとは言いましても、伏兵45番が現在トップに立っております。現在ライディングは高吉の方なんですが、これはなかなか見事であります。そうですね、高吉選手が頑張ってますね。はい、ようやくピットアウトにこぎつけた模様であります。ゼッケン1番ライダーはガードナーに変わっております。そうですね。さあ21番は現在ウィマーが乗っておりますが、これが激しく追い上げておりまして、現在2位。この大会出場予定だった平忠彦は直前のレースで負傷、出走は断念した。ピットロードに立つ平選手、ケニー・ロバーツ、一昨年のコンビです。レースは終盤が近づいて141周目に入っています。依然快調に飛ばしておりますのが45番、現在のライダーは高吉です。メインのチームはケビン・シュワンツと大島幸也で、大島はね確か、前の年にチャンピオンだったのかな、全日本のチャンピオンでしたし、当然ケビン・シュワンツはねもうアメリカで当然トップレベルのライダーだったんで、これ2人で組めばまずねその優勝候補に挙げられてましたんで、オートバイ自体も幽霊もかなり煮詰まってましたんでね、 GSXR これだったら当然いけるだろうと、もう親父さんもスタッフもみんなそれを踏んでたんですよ。でね、蓋を開けたらね、ケビン・シャンツはもうとにかくもう20周もしないうちになんかエンジンが壊れちゃって、いきなりリタイアで、そんでもうこのレースは終わりだななんて、もう全員がもう諦めムードになってたんですよ。ところがそのホンダとかね有力チームが次々にその転倒トラブルとかでどんどん脱落してって、でね、なんか4時間ぐらいしてからですかね、そしたら高石なんか淡々と走ってた高石チームがそのね、なんかもうすぐトップに手が届きそうだって時にやっぱ本当にトップに出てきちゃって、もうこれはびっくりしましたよね。どちらかというとイメージ的にはね、表彰台はおろか、5本の指に入れればいいかなっていうような、どっちかっていうとね、その次とかその次の年に頑張ってもらうために経験積んでもらおうという意味で作ったチームだったもんですからね、そんなに親父さんも期待もしてなかったし、ある意味棚からぼたもちみたいなもんですよね。テックトゥワンチームで現在のライダーはウィマーです。このウィマーは確かグランプリで活躍してますね。そうですね、250cc クラスでちょっと小排気量なんですけども、こういう大排気量の4ストローク、しかも4ストロークということで、なかなかそれをうまく乗りこなしてますね。その辺はやはり GP ライダーなんでしょうね。現在約50秒差ですからちょっときついかもしれませんが、この辺りで、GP ライダーとしての意地を見せてほしいところでもあります。第2コーナーで転倒しているのはドミニク・サロンのようですが、そうです、ようやくマシンを起こしにかかるんですが、ドミニク・サロンタイヤが回ってますね。ということはこれはクラッチっていうかミッションが入りっぱなしになってますね。141周目にホンダのドミニク・サロンが再び転倒、リタイアとなった。これでガードナーの8対3連覇は消えた。ドミニク・サロン2度目の転倒です。ヘルメットを脱ぎました。
がっくりという感じのガードナーです。さあトップに立っております45番ライダーはグッドフェロー、179周目を迎えました。吉村監督はマギ組がタイヤ交換すると呼んでるようですね。吉村鈴木45番、いよいよ最後のライダー交代かと思われます。高吉選手がヘルメットをつけました。グッドフェローグランドスタンド前を通過、うなずきました。ピットインの合図を受けています。一足お先に21番テックトゥーワンチームがピットインです。こちらの方はタイヤ交換をするかどうかですね。そうですね、吉村監督が考えているようにタイヤ交換をするかどうかですけども、タイヤ交換しませんね。ジャッキがヤマハは最後のピット作業を給油だけに絞り、そのままケビン・マギーをコースに送り出した。3時間以上経過してますね、このタイヤになってから。ライダーもマギーのままですね。うちとしたらもうとにかく吉村さんをなんとかしなきゃダメだっていうので、まあご存知と思いますけどマギー最後に2セッション乗らして、でそれも一つ急遽、本当に急遽ですね。ウィマーがあんまりね、2人を比較すると、マギーの方がやっぱり早かったもんですから、可能性っていうところでもう優勝したいっていうだけですから、もう2位はいらないと思ったもんですから、もう最後の可能性でマギーにかけようっていうところでねやりました。テックトゥーワンチームとしてみればちょっと賭けに出たという感じもなきにしもあらずですね。タイヤとライダーと。そうですね。吉村鈴木のピットではそのグッドフェローの位置を高吉が確認をしておりました。グッドフェローがピットロードへ入ります。いかに早くライダーが交換するか、燃料を入れるか、その点だけですね。グッドフェローがマシンを降りました。ガソリンが補給されます。早いですね。高吉に代わっていよいよピットアウト。このまま栄光のチェッカーを受けることができますかどうか。そして最終コーナーにはテクトゥーワンチームマギーが来ております。その差は24秒ついています。吉村チームはもう最高のピット作業でした。かなり差をつけましたから、まあ大丈夫かもしれませんね。そうですね。ゴールへ向かって突っ走ります。ルーキー高吉、去年は4時間耐久で優勝いたしました。今度は8時間耐久での優勝を狙っております。いわば大記録2年連続ということになりますが、これを打ち立てることができますかどうか。でほら実際もう真っ暗の中での走りになったでしょ。で高吉自体もどの選手もそうなんでしょうけど、暗い中でのね練習なんてそんなにはできなかったじゃないですか。ましてね、なんか疲労困憊してる中で今みたいにそのキャメルバッグを積んでね、なんか水を補給しながら走ってるような状況じゃないんでね、もう脱水状態の中でもうなんか朦朧とする意識の中でこう走ってるようなイメージだったもんですからね。もう走るのだけで精一杯みたいに思えたわけですよ。直線通過していく姿を見ててもなんかこうよりよりよりしてるようで、もう頼むからこのまま無事に走ってねみたいな感じでみんな思ってたんですけど、ところがねヤマハのケビン・マギーの方はもうね、なんかそれこそもう猛追してるっていう感じでね、あの頃でもう最後のあと10周ですから、時間にしたらもう10分15分の頃に3秒だとか5秒ぐらいずつこう詰まってくるようなイメージでね、もうこのままいったらね、なんかもう時間の問題で食われちゃうっていうような感じだったもんですからね、もうハラハラドキドキで、親父さんにしてみればもうタイムアップさせろっつってね、もうさせろみたいな感じで言ったんですけど、正直言って最後の方って実は想定したほどタイム詰まってなかったんですよね。でもあの時ってサインボード出してる時にマギーを勇気づけないかんもんですから、毎週毎週ちょっとずつマイナスを減らしていくんですよ。そうやってうちの方ではねやって、そしてそれをね吉村さんにも見えるように出すんですよね。一生懸命うち追い上げてるぞっていうの向こうも多分測ってると思うんですけどね。
みんなドキドキしながらどんなサインを出したらいいかつんでね、苦肉の先でなんつうのアップサインをね、タイムアップのサインを出しちゃったら高橋もルーキーなんでね、なんか焦ってねこけちゃっては元も子もないんでね、なんかだからってこのままいたらなんかね飲まれちゃうっていうのがねこう目に見えるようなイメージだったもんですからね、じゃあ少しじゃあ中途半端なんだけどこう斜めに出してやれっつってね、斜めに出してやり、もうサインもねえらいね苦労して出してたんですけど、後で聞いたらなんかねろくに見てなかったらしいんですけどね。吉村さんがね今はやられてないみたいですけど吉村さん矢印をボードにつけられてるんですよ。それでうちが追い上げ始めた時には吉村さんこう横矢印だったんですよね。でこっちでどんどんマギーも一生懸命走ってくれるし、うちらもどんどんタイム上がってきて、で斜めになったんですよね。ちょっとアップになって、そしてこれいけるかもしれんなと思って。もうヤマハのピット云々というよりはもう高吉のことで精一杯でしたね。ですからまあ本当にだから期待もしていなかったですし、高吉自体がだってね前の年に4体で優勝しただけで鈴鹿にそんなにねめちゃくちゃ慣れてるわけじゃないですから、そういう意味じゃだって相手のねケビン・マギーの方がやっぱり百戦錬磨のライダーでしょ。それのねまあだから互角じゃなかったわけですよ。ギリギリ何でもなければギリギリセーフだったんじゃないかなと思ってたんですけど、ただね実際にもう高安なんでガガンってもしかしたらね落ちるかも。そんでね周回遅れのマシンなんかに引っかかっちゃったりすると途端に落ちちゃってたんですよ。だから周回遅れがいなければね淡々としたペースで走れたんですけど、周回遅れが出たりして道阻まれたりするとガーンってペース落ちちゃったもんですからね、結構浮き沈みがあったんですよ。だからね沈んだ時にまたグンって近づくでしょ。で相手はやっぱりね百戦錬磨のさライダーじゃないですか。だからねもうやっぱでこっちはルーキーでしょ。そういう意味ではもうハラハラドキドキですよね。チェッカーまで残り5分、トップを走る吉村の高吉と2位ヤマハのマギーの差は9秒。逃げる高吉だが2コーナーの立ち上がりで周回遅れと接触、転倒。ほとんどもう悲鳴に近い状態でしたよね。でも泣いたぐらいじゃないですか。まあ僕たちもそうですよね。涙は出なかったですけども、こんなことが起きるのかぐらいに、まあそれでもねなんかオートバイを起こしてね走り出したんでね、うわーなんとか走り出したということで、まあそしたらもうあとは完走、そしてね3位もね3位とは少しあったんですけど、なんとかねそのままねもうその状態で2位でゴールできればいいなっていうことで、まあ後で聞いた話なんですけど2コーナーのところで全く気が付いてなかったらしいんですよね。周回遅れがアウト側にいるっていうのは。それねだからはっきり言ってね、まあ、気が付いてればね総合のところでもうペースを落とせばそんなに外にはらまなくたってよかったのに、いつものラインでそのままビューンって外に出ていきながら外にはらんでいくラインは見てないで次のクリップの方を見てるでしょ。当たって気が付いたっつうんですからまあそんな状況でもう、まあ、その時にねもう高橋もうしまったとは思ったんですけども、帰ったらめちゃくちゃ怒られると思ったって言ってましたから意外とねなんか僕たちがねなんかなんつうのこう焦ってたのとは裏腹に、もう本人的にはそんなにねなんか内心はもうただ淡々ともう走っててそんなには焦ってなかったようなことは言ってましたけどね。これでトップに立ったのはヤマハのケビン・マギー。そのままチェッカーを受けヤマハの8体初優勝を決めた。ものすごく嬉しかったです。はい85年に、勝てなくてやっぱり来年こそっていう話で、挑んだんですけど86年も全然ダメで、そしてもう87年は3度目の正直みたいな形ですよね。で、もう本当に8体に勝ちたいっていう意思を持ってそれまでの2年間の勉強っていうのかな、失敗をいろいろ考えながらもう本当にいろいろとテストもやってきて、そしてあの時、僕開発の方にいたんですけれども、もう思ったのはもう
まだ若そうだったんですけどね、もうこれだけあって勝てなかったらあとはどうやったらいいのかなっていうような感じで個人的にはそれぐらい入れ込んで1年間8体だけのためにもう8体勝ちたい一心でやって、それが本当に報われたなっていう年でしたね。土壇場で転倒を喫した吉村の高吉はなんとかコースに復帰。2位でチェッカーを受けた。優勝はヤマハのマーチン・ウィマー、ケビン・マギー組。2位は吉村のギャリー・グッドフェロー、高吉克郎組。3位にはヤマハのジョン・コシンスキー、カル・レイボン組が入った。1988年第11回大会は後に8体の常連となるこの2人のデビュー戦だった。その前の年ぐらいかな、観客で行ってて、1コーナーとか2コーナーに行くと歩けないんですよね。前に進めないぐらい人がいて、これはすごいレースだなと思って見てましたけど、それに出れるとは思わなかったですね。確かに、嬉しかったです。本当にジュニアから初めて A 級に上がった年だったもんですから、果たしてその8時間走りきれるのかなと自分で、思ってまして、そういう出られるんだっていう喜びよりはなんとか頑張らなくちゃダメなんだなと思ってましたね。88年ですね、はい、プライベートチームから、はい、出ました。その頃ピットロードの制限速度ってなかったもんですから、8体初めてで最初にライダー交代する時に僕がストップボードに止まりきれずにぶつかって転んでしまったっていうコーナーに入っていくつもりのスピードの感覚で入ってきちゃったもんですから、止まんなきゃいけないんだっていう、そういうなんて言うんでしょうね、ふと転んでから気づいたみたいな、そういう部分ありましたね。シグナルが青に変わりまして、いよいよスタートであります。各ライダーが一斉にマシンに駆け寄りました。さあ無難にスタートが切れればいいんですが、どうしても何台かはエンジンが素直にかからないマシンが出てまいります。一斉にスタートが切られました。決勝出場は60台のマシンであります。早くも先頭は1コーナーを曲がり込んでいきます。とりあえずはポールシッターのウェイン・レーニー、それからまたワインガードナー、ケビン・シュワンツ、上位3台の動きが注目されるところであります。早くも S 字にかかりました。今日は風がこの S 字からのいわゆる上り坂にかけてはちょっと向かい風という格好になります。依然としてリードをしております。先頭を取っております宮崎。川崎のマシンが3台に続いて3、4、5と締めて、その後ろにガードナーですか。ガードナーがそうすると6番手あたりということで、早くもガードナー、レイニーですね。上位現在のところ6台のマシンがトップグループを形成という格好になりました。スタンドはもうぎっしりと若い人を中心にして、おそらく今日は15万人を超えているでしょう。びっしりと埋まっています。シュワンツがトップに立ちました。逆バンクの入り口のあたりであります。2番手が宮崎、そして3位が川崎のマシンでフィリスかソーアかというところです。ソーアですね。47番ソーアですね。47番ソーアが食いついています。ガードナーが5位に上がりました。ガードナー、フラットなカーブが続きます。デグナーです。思い切って右半身の体勢という格好で試験へ突っ込んでいきましたシュワンツ。その後ろぴったりとガードナー、これは面白い。さあ最終コーナーからストレート追い風になります。外からレースは序盤、ワインガードナー、ケビン・シュワンツ、ウェイン・レーニー3人の GP ライダーの激しいトップ争いで展開した。
特に99番のホンダガードナーと3番のヤマハレイニーはメーカーの威信をかけた激しいバトルを繰り広げた。実力からしてもかなり自信を持っていきました。勝てる車もできたと思ってますし、一つ抜けてるんじゃないか、うちの車がね。で間違いなくいけばちゃんとこなせば勝てるんじゃないかっていう気持ちでいました。最初の総監督をやったんですね。でその年は、朝霞研究所から2月に、HRC に移動したんですよ。でわずか3ヶ月しか経たないのに今年の8体の総監督はあなたですって言われた。プロのレースって初めてそこで経験したわけですよ。今まではそのブルヘル時代でねいろいろやったことは経験はあるけども、結局は遊びとその仕事の大きな違いっていうのはねあるね。その年はね RC30 のデビュー戦だったんです。全日本を転がしながら8体のマシンを作ったんですけど、全日本からものすごいトラブル続きだったんですね。すごい心配とそれから不安材料を抱えて8体に臨んだんですね。やはりねホンダの二輪のレースの中で、ワールドグランプリとそれから鈴鹿8体というのはプライオリティナンバー1でありますからね。でレースに二輪のレースにつぎ込む全資源のそうね 70% ぐらいはその2つのレースカテゴリーで消化するわけですから、それはやはりホンダの威信にかけて勝たなきゃいけないというそういう使命でやってるよね。さあガードナーピットロードへ行きました。続いてレイニーです。レイニーも入りましたね。はい、さあ両方のピットワーク、これが注目されます。お互いにドーソンも入ってきたですね。ドーソンも入りましたが3台続けて、あそこはちょっとあれじゃないですかね。このペース勝負じゃないか。さあまずガードナー、ガッシャージ、こちらの方もしかしタイヤを見ています。あるいはタイヤ交換が行われますか。ガソリンの補給が終わってからジャッキアップ、これはいっぺんにやることは許されません。ジャッキアップをしてリアタイヤを変えます。ウェイン・レイニーがリアタイヤの交換、ガードナーは出ます。トップ2チームのピットワークは互角、順位は変わらずピットアウトした。5秒かかっていません。はい、両チームともですご覧のようにリアタイヤ交換で、99番の方はニール・マッケンジーが、そして3番の方はケビン・マギーが乗っています。いずれもライダーチェンジが行われましたが順位は変わっておりません。先頭が99番ニール・マッケンジーがライダー、続いて3番ケビン・マギーが乗っている。この2台が上位争いを繰り広げています。レース開始から2時間、ヤマハの GP コンビケビン・マギー、ウェイン・レイニー組が後続を引き離しトップ独走となる。ポイントランキング上位にありますこのケビン・マギー、ウェイン・レイニー、このコンビはさすがに強力であります。スタート直後は宮崎にトップを譲りましたが、現在は再びまたトップ。ガードナーが激しく追い上げて、ラップ2周ぐらいの差をつけてきて、今そのガードナーがピットインいたしました。非常に差を詰めてきたんですが、それでもまだ20秒ぐらいの差がありました。今度はここで当然ガードナーからマッケンジーへのライダーチェンジが行われるはずであります。もうすでに試験員から最終コーナーを入れて直線がかかっていますから、これで川崎さん1周遅れにしちゃうわけですね。一旦いや同じ周回数じゃないですか。そうか、逆にあれですね、はい、この前の週までがねガードナー組がトップだったんですね。そうですね、はい、その前にこのマギー組3番の方がライダーチェンジを行って、この時に順位が入れ替わっておりますから、マギーが現在スタート、第1コーナーから第2コーナーへかかると。ガードナーが、アドバンテージを取ってマッケンジーがそれを全部食い潰すという、そういうレース展開だった。で相手がですねヤマハのウェイン・レイニーとケビン・マギーだったかな、そうですよね。それとバトルをしてて、でガードナーが乗る時に、何秒負けてる、12秒負けてると。もう彼はもうとにかく攻めなきゃいけないとものすごい興奮してた時にヘルメットをかぶって
顎紐をしててスペアのマシンの前でこうかぶってね顎紐をしてたらタンクの絵が真っ赤っかになっちゃった。でね何事かと思ったんですよね。そしたら鼻血で真っ赤になった。そのぐらい彼はもう何とかしなきゃいかんというその興奮度がもう絶頂に来たんですよね。もう鼻が切れてでバーッと出てきちゃった。だからその世界のトップライダーが興奮するとここまでなるのかというね恐ろしさを感じたね。ガードナーが激しく追い上げていますが、ガードナーへライダーチェンジをした時に川崎さん、ガードナーが出た時にトップのレイニーが逆番あたりへ行ってましたね。ということは何秒ぐらいの差になりましょう。今ちょうどタイム測ったんですけど、47秒差がありますね。47秒、残り4時間でどうでしょう。このままいけばきついですよね。きつい。根本さん、99番ストップしてますよ。Yeah, like as always, I try very hard. I think our machine wasn't as competitive as it should have been that year, but I was pushing hard, trying hard, and I never give up. And sometimes you make a little mistake. であれもね、本当は4時間目にオイルを 500cc 給油するという予定だったんです。でところがピットインしてチェックをした時にまだ余裕があった。したがって、そこのチームの監督の判断で先に伸ばそうと。でそこで出しちゃったらメタルが焼き付いたんですよ。それでね結果的にはそこで入れてればまずそういうことはなかったんだろうと思うんだけど、でよくよく後からこう解析をするともうギリギリなのよね。だからまあ遅かれ早かれいずれは行ったんだろうなというそういう状況ではあったんですね。惰性でピットロードへショートカットしましたから、これは実習のペナルティーになりますから、ガードナーコンビにとってはこれ回復不可能と絶望ですね。でしょうね。ペナルティーのショートカット、これはレース開始から4時間、ガードナー・マッケンジー組エンジントラブルでリタイアという感じですね。怒ってるようですね。エンジンですね。負けちゃったじゃないですか。エンジンブローしてでパーティーの席でね僕ね謝ったんですよ。いや無様なレースをさせてしまったねと、申し訳ないと。そしたらね慰められちゃいましたね。レースってのはこういうもんだよってね、優しさとね凄さとねその両面をね見たって感じしますね。それ以来その彼と僕とのそのつながりみたいなものが急激にこう深くなったような、そういうね心と心のつながりができたような気がする。時計の方はすでに6時間10分を回りました。あと1時間50分弱の戦いということになります。トップを快走しておりますのが現在ライダーチェンジが行われました3番ウェイン・レイニーであります。2番手を走っておりますのがゼッケン12番のケビン・シュワンツ。こちらの方はライダー交代を行いませんでしたので21番をかわしまして現在2位に上がっておりますが、トップのレイニーとの差は1分22、3秒というところであります。さらにそのシュワンツを追ってこれはもう30秒弱27秒ぐらいでありますが、21番平からドーハンへライダーチェンジを行いましたテックトゥーワンチームが現在第3位であります。7時間を経過いたしまして残り時間ちょうどあと1時間。トップのヤマハマギー・レイニー組は2位を走る12番の吉村シュワンツ・ポーレン組に1周以上の差をつけて最後のピットイン。オイルナットが閉まりました。ジャッキが降りました。はい、さあスタート。ピットを離れましたケビン・マギーです。トップを快走しております。第3位を走っておりますテックトゥーワンチーム、左手を上げました。さあピット入りの合図です。はい、今到着しました。3位につけている21番のヤマハ平ドゥーハン組も最後のピットワーク。ライダーは平にチェンジ。はい、スタートします。リアタイヤ交換しません。
タイヤは全然変えずですか？リアタイヤ交換せずです。ガスチャージとライダー交代のみです。ライトオンの表示が出ました。さあいよいよフィナーレ迫る、そんな感じであります。トップはケビン・マギーが一応快走しています。だんだんと差は縮まってきていますが、しかし大きく貯金がありますので、よほどのことがない限り順位の変動はないでしょう。焦点は2位争い。トップを走っておりますケビン・マギー、ゼッケンが3番。ご覧の通りライトがついていないような気がいたします。シグナルタワーの判断が注目されるところですが、わずかに弱い明かりがついているんでしょうか。まだ警告はされておりません。ライトオンのシグナルが出ているんですが、このランプ点灯というふうに認められているんでしょうか。非常に弱い明かりであります。やはりこれランプの問題でしょうね。ラッキーストライクロバーツチーム、ケビン・マギーピットインであります。さあここで貯金を食い潰すかどうか、あるいはまたたとえわずかでも残して首位をキープできるかどうかというピット作業であります。根本さんちょっと見てください。根本さん、ほんのちょっとしたことでつきましたね。さあこれでどのくらい差がついたかと、差が縮まったかというのが、ポイントになるわけですが、ご覧の通り、ケビン・マギーのランプもようやくつきました。しかし川崎さんちょっとヒヤヒヤしましたね。ご覧いただきました通り、もう夜の帳に包まれまして、コースを走る各マシンのヘッドランプが非常に印象的であります。ナンバーがなかなか読み取れなくなっています。夜間走行、非常に難しい夜間走行に入っているわけですが、このランプの明るさはさほど明るいものではないというふうに聞いています。川崎さん、これランプの力というのはライダーにとっては頼りになるんですか？あら、止まっているマシンがあります。21番テックですね。テックの平が止まっています。残り11分、197周目。平忠彦、2コーナーの立ち上がりでエンジンストップ。平選手がなんと平3度目の8体挑戦もチェッカーを受けることはできなかった。ケビン・マギー快走、これが現在の順位であります。トップがゼッケン3番ケビン・マギー。このランプがケビン・マギーです。あと1キロです。栄光のチェッカーまであと1キロ。130あれから試験へかかります。すでにチェッカーが振られているゴール、チェッカーが待ち受けています。ウェイン・レイニーでスタート。そしてチェッカーを受けるのはパートナーのケビン・マギーです。ラッキーロバーツストライクチーム、さあ優勝のウィリー、ウィニングウィリー、今ゴールインしました。もうその8台っていうのもそんなにたくさん買ってないんですけれども、もうやっぱりビッグレースですから感激は大きいですよね。でそれを連覇できたということはものすごく嬉しいんですけれども、やっぱりその1年目と比べるとやっぱりその2年目の勝利っていうのは1年目よりは落ち着いて迎えることができましたね。はい、あの年はね、確か6位にも入れなかったんじゃないかな、ホンダは。伊藤真一組が7位ぐらいだったような気がしますよね。悲惨なねレースでしたね。結構厳しい監督とのデビュー戦だったんですね。もうそうどん底でしょう。でそれを見ていた本田宗一郎さんが怒り狂ってお詫びに上がりましたよ。はい、こっぴとこ怒られました。今考えればあのレースは負けてよかったなと。あのまま勝っちゃったらおそらくなんだレースってこんなにちょろいもんかと。だから自分自身のその進歩もなければ HRC の戦い方もおそらく変わっていかなかったろうという気がするのね。だから結果的にはあの時ボロ負けしてよかったんだろうというふうに思います。優勝はヤマハの GP ライダーコンビケビン・マギー、ウェイン・レイニー組。2位には吉村のシュワンツ・フォーレン組。3位は川崎のサミン・モラリス組となった。1989年第12回大会、オープニングラップ、ポール・シュッターの11番ホンダのマイケル・ドゥーハンがレースを引っ張る。
2周目に入るとさらにペースを上げ2位以下を引き離しにかかる。前年の勝者3番のヤマハウェイン・レイニーは2位、トップドゥーハンを追う。逃げるドゥーハン、追うレイニー。スプリントレース並みのハイスピードでレースは展開。2位のヤマハ1回目のピットイン。一方トップのホンダ、次の周回でドゥーハンからガードナーにライダー交代。給油、タイヤ交換、さらにチェンジペダルをガードナー用に変更してわずか16秒でピットアウトした。さらに後続の上位チームも次々とライダー交代。1回目のピットインを終えるとピットワークの早かったガードナー・ドゥーハン組がそれまでおよそ6秒だった2位レイニー・マギー組との差をおよそ13秒まで広げた。スタートから3時間、トップはホンダのガードナー、2位はヤマハのマギー。その後方から3台のマシンが激しい追い上げを見せた。2番のホンダドミニク・サロン、21番のヤマハ平忠彦、12番の吉村ケビン・シュワンツ。2位以下の順位は目まぐるしく入れ替わる。スタートから4時間後の94周目、2位を争うマギーにエンジントラブル、オイルが噴き出す。白煙を上げながらコースアウト。傷ついたマシンをなんとかピットに戻すマギー。しかしエンジンの損傷がひどくそのままリタイア。レイニー・マギー組の連覇はならなかった。一方3位を走る吉村のシュワンツが西ストレートでガス欠。炎天下の鈴鹿でひたすらマシンを押しピットを目指すシュワンツ。再スタートを切るが2位争いからは大きく後退する。これで首位独走はホンダのガードナー、2位に同じくホンダのサロン、3位はヤマハの平。ガードナー3回目のピットイン。日本人ペアの最上位は4位宮崎大島組。
順調に周回を重ねるドゥーハン。しかし126周目、ゴールまで3時間10分のところで周回遅れと接触、転倒、そのままリタイアとなった。You know, but again, that's part of the challenge of racing in such an event like the 8 hour is that, you know, there's so many variables in there. You know, managing the traffic, managing the conditions, and you know, and that's why when you do win it, it's such a great feeling. And you know, because a lot of things are out of your control. You can't predict which way a guy is going to go. You make a decision, and then all of a sudden, the guy you're lapping decides to change direction, and all of a sudden you're upon him. So it's you know, there's been numerous people over the years to crash, and I think that you're up against so many people, and the time differences between the fast guys and the slow guys are such large differences that you know, it's almost scary but exciting at the same time that when you're passing all these guys. I was disappointed. Mick's a very fast rider, and he ran in the back of another bike, and I think he broke his finger. You know, that's racing. You know, of course you're disappointed, but there's not a lot you can do about it. We went home with no result. That's motor racing, you know. So. ドゥーハンの転倒でトップに立ったのが世界耐久チーム2番のホンダ、ドミニク・サロン、アレックス・ビエラ組。50秒遅れて21番のヤマハ、平コシンスキー組。平はトップより2秒以上速いタイムでその差を詰める。ヤマハの平、4回目のピットイン。コシンスキーとライダー交代。この時点でトップサロン・ビエラ組との差は38秒。さらにコシンスキーも激しい追い上げを見せる。ところが残り1時間30分のところでエンジントラブルによりリタイア。リタイアのその原因というのははっきりしてますよね。まあ先ほどもちょっと言ったそのエンジントラブルだったり明快にこう分かるわけですよね。そういう部分でまあ改良に改良を重ねて、やってくださったんですけど、まあでも毎年そういう状況が続くとやっぱり自分自身でもね、その乗り方がいけないのかなとかそういうふうに考えた時期もありましたよ、実際。でまあ毎年そのエンジンの使い方なんかも丁寧にその増減速をするとかピークまであまりね回さずそういう状態を保ちながらにもかかわらずリタイアっていうことがありましたからね、ちょっとやるせない気持ちでしたね。一方3位につけていた12番の吉村、またしてもガス欠で9位まで順位を落とす。8体常連チームの吉村らしからぬミスが続く。もともとがですね、燃料がやっぱりギリギリでS 字か何かでガス欠になったんですよ。でガス欠になっちゃってケビン・シャンツ気利かしてチョークを引いたからちょっと残りのガスがまたね出てきて、まあいろいろキャブだっつんでもうなんかねコックとかガスチョークなんかも引いたりしながらでなんとかあとは最終的に惰性で勝ちたんですから、惰性でねトロトロってエンジンがもう止まった状態でピッと入ってきたでしょ。その時にチョークがねほんのちょっと引かれちゃってたんですよ。そんでそのチョーク引きっぱなしのもうちょっと引いた状態の濃い状態でずっと誰も知らないで走ってたもんですから、その次の時もポーレーの時もガス欠症状が出ちゃったんですよ。周回数1回短くしたのにねピッと入ってくるのねまたガス欠になったっつってきたんで、もうそれはそしたら後で分かったんですけど
チョークがちょっと引かれてたんですよ。トップのサロン・ビエラ組にもトラブルが発生する。残り1時間でマフラーに亀裂が入り、イレギュラーのピットインを余儀なくされる。ここは世界耐久チームらしい素早いピットワークでトップをキープしたままコースに復帰。残り30分、トップはドミニク・サロン、アレックス・ビエラ組。2位は1周遅れで46番のホンダ、宮崎昌司、大島正組。午後7時30分、202周を走り切り、ドミニク・サロン、アレックス・ビエラ組がチェッカーを受けた。優勝はホンダのドミニク・サロン、アレックス・ビエラ組。世界耐久チームの優勝は1983年以来7年ぶり。2位は同じくホンダの日本人ペア、宮崎昌司、大島正組。プライベーターのピーター・ゴダード、加藤慎吾組が3位表彰台に立った。1990年第13回大会。この年は全国から過去最高の16万人の観客が鈴鹿に集った。この年ヤマハの平忠彦は4回目の8体挑戦。悲願の初制覇なるか。16万人の視線は平に注がれた。ペアライダーは4度の世界チャンピオンに輝いたエディ・ローソン。エディもご存知のようにね、もうプロフェッショナルライダーに徹してますから、ものすごいきっちり走りますよね。車のセッティングも、お互い似通ったところがありますから、大きなトラブルもなく、車のセッティングもうまい具合にいき、いい形で進んでましたね。そして最大のライバルは11番のホンダ、ワインガードナー、マイケル・ドゥーハン組。スタートに出遅れたドゥーハンだが、2周目のデグナーで早くも首位に躍り出る。3番手スタートから順位を7位にまで落とした平。トップドゥーハンの背中が遠のく。ドゥーハンは序盤から圧倒的なスピードでレースを支配する。後続を完全に引き離した。一方4位を走る平、スプーンで16番のホンダ、宮崎を捉え3位に順位を上げる。
1時間、平ピットイン。ローソンとライダー交代。26秒でピットアウト。あの時ある意味エディ・ローソンがですねほとんど乗ってないんですよ、事前に。今みたいに事前テストでやるとかで全くなかったんです。エディ・ローソンその年の、開幕 GP の1戦か2戦で US ラウンドでブレーキかなんかのトラブルで転倒して手首を折ってたのかな、故障してて、それで故障明けの初めてだったんですよね。そしてまあ正直エディ本当に乗れるのっていうような格好で、それで我々としても平さんの相棒としてもエディはビッグネームだし、その名前としては全然大丈夫なんだけど、本当にエディで走れるのかなっていうのですごい疑問、心配、それが一番心配だったんですよね。そしてエディ乗ってもらったら木曜日から走って何ったかな、その予選のタイム、あの時は確かドゥーハンにコンマ1秒ぐらいでもう僅差で負けたんですけれども、あのタイムを出すまでにエディってあの当時のうちのそのファクトリーマシンで30何周しか走ってないんですよ、全て合わせて。それであのタイムが出たっていうので、もう僕らものすごい自信持ったんですよね。もう車はそれでコメントももうエディもこの車で別にレースできると、これ何も言わないですよ。平さんのセッティングで全部乗ってくれるんですよ。もうそれがものすごく自信になって、僕らとしたらもう今考えられるベストのコンビネーションでできてるから、もうこれでダメだったらもうしょうがないねと。トップのドゥーハン26周を走り切りピットイン。ガードナーとライダー交代。わずか18秒5という素早いピットワークでコースに戻る。2位との差をさらに広げた。2位に浮上したヤマハのローソン、トップのガードナーを追う。40周目の試験で独走していたガードナーが転倒。ブレーキペダルを破損してしまう。I think I dropped the bike and I picked it back up and we kept going. It was only a minor. I think I broke the foot peg. I think that was about that, and my very first year with Moriwaki was about the only times that I crashed in this race, you know. So but again, that was just because trying really hard and the machine wasn't that competitive that year. 油断があったんでしょうね。負けるはずがないという油断があったんですよ。その油断がヘアピンで、幸いに軽転倒だったんですけど転倒してしまったと。ガードナーはマシン修復のため緊急ピットイン。その間にローソンがトップに立った。12位まで後退したガードナー、トップのローソンを追撃するべくスーパーラップを叩き出す。そして91周目、2位にまで順位を上げた。追い上げるガードナー、トップのローソンより速いタイムで周回を重ねる。101周目、トップのローソンがヘアピンを駆け抜ける。そのコースサイド、止まっているのはガードナー。
of gas around near the hairpin, and pushing really hard. We obviously short-filled the bike, and thought there was still 2 or 3 more laps left in it, but obviously when the mechanics refueled it, it didn't get a complete full tank, and then I was riding really hard and probably used more fuel than we calculated for, and I ran out of petrol, and I remember pushing the bike in this really, really hot weather, and I just got so exhausted I couldn't do it anymore and had to give up, and lost that one. That was again just another variable what's in the race that you don't have in a Grand Prix, where everything's set, ready to go. There's no pressure of pit stops. There's no, so it was just an unfortunate. We had that, and then I think also Gardner crashed also in 1990. So my teammate, so we had a few different problems with fuel and crashing, and so it just wasn't our year. 計算でいくと6時間後ぐらいにひっくり返ってトップに来るというそういう計算だったんですけど、その矢先にガス欠になってしまったね。だからあれも後からいろいろ書かれて、ガードナーの追い上げが激しくてガス欠になったんだろうと言うけど、結果的にあれはガソリン満タンじゃなかったんですね。だから結果的に足らなかったということでしたね。本田さんのゼッケン11号車ね、ミック・ドゥーハンさんとガードナーさんが乗ってたんですけれども、輸送に反して、転倒したりなんかガス欠で止まったりと、そういう運っていうのもやっぱり各チームにあると思うんですね。90年の年はどちらかというと僕らにとって運が向いてきたのかなっていうふうにありましたね、思いました。最大のライバルが消え、トップの平と2位を走る16番のホンダ宮崎の差は1周以上。残り1時間、平最後のピットイン。あとはローソンにチェッカーを託す。2位との差は2周以上に広がり、平ローソン組8対初優勝まであと30分。ほぼ8時間ちょっと手前に鈴鹿サーキットの担当の方が、表彰式がありますからっていうふうに呼ばれて、表彰台に向かってる途中もね、もうヒヤヒヤでしたね。ですからチェッカーフラッグが最後に振られるまで、集中してました。205周でローソンがチェッカーを受けた。平悲願の8対初制覇。リタイアっていうのが続いて、何としても結果を残したい大きな大会でした。そこに立ちはだかるのはゼッケン11番のチーム HRC っていうのがやっぱり大きな存在だったんですけれども、僕の中では一緒にレースをする上で、存在が大きければ大きいほどやっぱり戦いがいもあるし、そういう意味では、ライダーの僕だけではなくてチームヤマハの、8体チームに関わるスタッフ全員がそういう意識で、挑戦してたんじゃないでしょうかね。長い間待ち望んだ大きな勝利でしたね。8対本格参戦から6年、
ついに優勝を果たした平忠彦。その翌年、平はレース界から引退した。日本刀ってご存知ですよね。日本刀の真剣ってあるじゃないですか。真剣の上を走ってるのが僕のラインだったんです。でそれができない時には僕はもう引退しかないと思いますし、まあ、8体もそうですし全日本も世界グランプリもそうですけど、一番を取るために精一杯の努力をするわけですよね。でその走りを保ちたいがためにね、それが僕はロードレースの真髄だと思うんです。それを見に来るお客さんだと思うんですね。なのでそれができなかった年がその翌年なんですけど、それで引退を決めました。